こんにちは、作曲家の夏見るいです。私は海外のドラマやアニメ、ゲームなどの BGM、劇版を作っている作曲家です。今日は私のデスクを紹介したいと思います。半年前にもデスク紹介とルームツアーみたいな動画を上げたんですけど、それが結構好評だったので、あれから多少機材も変わったりしているので、また紹介させていただこうと思いました。最後まで見てもらえたら嬉しいです。ではどうぞ。デスク全体はこんな感じです。デスクは IKEA のダイニングテーブルを使っています。普通のデスクだと機材が全部乗らないんですよね。 DTM 専用のデスクと違って下に鍵盤を収納できないんですけど、今のところは今の鍵盤の配置で特に不自由していないので現状で落ち着いている感じです。 MIDI 鍵盤は M オーディオのキーステーション 88MK3 です。半年前はヤマハの NP30 という76件のキーボードを使っていたんですけど、それから2段階変わってます。途中ドナーさんから案件でいただいた電子ピアノを使っていたんですけど、リアルタッチの重さの鍵盤で速いフレーズや手ドラムが厳しかったのでキーステーション 88MK3 に買い替えました。私のミディ鍵盤に求める条件は88件っていうことと、鍵盤が軽いっていうことと、ホイールがついているっていうこと3点だけなので、この鍵盤で今は十分という感じですね。これは何度も紹介しているタニタのタイマーです。怠け癖があるので、これで逐一時間を計って怠けないようにしています。モニタースピーカーはヤマハの MSP5 です。もう現行で売られていないらしいので、ちょっと前の定番という感じですね。ちょっとダサいんですけど、一応地震対策してます。落ちたらスピーカーも壊れますけど、床に確実にめり込んで床も破壊されると思います。これは外付け HDD で3テラです。こっちは2テラの SSD です。Mac にはタイムマシンというアプリが入っていて、常にバックアップしてくれているんですが、そのデータをそのままこの HDD に入れています。プラグインとか早く読み込んでほしいものはこの SSD に入れてます。 SSD ってかなり安くなりましたけど、大容量だとまだまだちょっと高いですよね。このチャンネルの視聴者さんはほぼ男性なので、彼女へのプレゼントとかにしたらかなり喜ばれると思います。メイン PC は iMac です。先日発売された M1 チップの新しい Mac が欲しいんですけど、 DTM 機材にほぼまだ対応してないということで、対応し始めたら買い替えようと思っています。 DAW ソフトは何使っているのとよく質問いただくので、一応紹介しようと思います。メインでずっと使っているのは Logic で、必要に迫られる機会があって Cubase と Pro Tools も一応持っています。譜面はシベリウスで書いてます。これは電源タップです。前回のデスク紹介の動画ではドンキの1500円ぐらいの電源を使っており、音楽を作るものとしてはかなりシビアな状況だったんですけど、ファーマンの SS6B という音への信憑性の高い電源を購入しました。アドバイスをくれた皆さんありがとうございます。3口から2口への変換をかましてるんですけど、ここにノイズフィルターがついている変換を使用すると音が劣化すると聞いたので、あえて180円くらいの変換を使っています。ノイズは確実に減りました。配線は几帳面な人が見たら発狂しそうな状況です。今後どうにかしようとは思ってます。下に行って、これはプラットフォームなのです。モーターフェーダーで DAW と同期しているのが便利です。いろんなショートカットボタンがあるんですけど、後で紹介する左手デバイスにほぼ設定してしまっているので、これはオートメーションを書くときとかリードリタッチライトみたいなのを切り替えるときだけに使っています。隣はケンジントンのトラックボールです。これ多分5、6、7年ぐらい使ってますね。全然壊れないし場所取らないしおすすめです。文字打つ方のキーボードはタクタイルプロというメカニカルキーボードを使っています。少し高いんですけど、打鍵音やタッチにこだわりがある人には試してみてほしいです。US 配置なんですけど、なんとなくかっこいいからというだけです。これはさっきも言っていた左手デバイスのレーザーのタルタロス V2 です。もともとはゲームとか絵描きの人がよく使っている製品で、 DTM やってる人で使ってる人はほぼほぼ見たことないんですけど、かなり便利です。ショートカットキーを割り当てて作業効率をアップするために使っています。これがあると本当に便利で、右手をトラックボールで左手をこの左手デバイスに乗せっぱなしでずっと作業できるので、すごく時短になります。マクロ設定っていうのができて、一連の動作をそのまま記憶させることもできるので本当に助かってます。このレーザーっていうメーカーの製品は Mac に対応してない機種もたくさんあるので、買う前に Mac ユーザーはよくよく調べてみてください。前に紹介し忘れていたモニターヘッドホンを紹介します。モニターヘッドホンを引っ掛けるフックをデスクの裏側に貼り付けています。邪魔にならないのでかなり良いです。1個はもう全人類知ってそうで、なんかもうコンビニにも売ってそうなレベルのソニーの MDR-CD900ST っていうやつですね。スタジオなんかには大概あって、業界標準と言われているようなモニターヘッドホンです。耳に触れる部分のモフモフはヤクシーのものに付け替えています。ヤクシーのイヤーパッドも評判いいですよね。
耳痛くならないです。もう1個はヤマハの HPH-MT8 です。これはモニターヘッドフォンおすすめランキングみたいな動画には必ずと言っていいほど紹介されるヘッドホンです。こっちがメインで使っています。 CD900ST からこっちを使い始めた時全然音違くてすごく感動しました。オーディオインターフェースはユニバーサルオーディオのアポロツインを使っています。シンプルですごく使いやすくて音も安定して良くてかなり人気が高い製品です。このサブモニターはたまに MacBook をつなげて使っていて、その MacBook Pro も出してこようかなと思ったんですけど今手元になかったですね。というのも夏からコワーキングスペースというレンタルオフィスみたいなのを借りていて、そこのロッカーに入れっぱなしでした。私サボり癖がひどくて、お家で仕事してる人は分かってくれる人もいるかなと思うんですけど、もうあらゆる対策をしてるんですけど、それでも眠いとか全然集中できない、逆立ちしてても寝れそうみたいな時にはコワークスペースに行っています。カフェと違って音楽鳴っていないので制作環境としてはかなり快適です。あとマイクですね、今ちょうど出しているので紹介します。今ナレーションを撮っているこの音はオーディオテクニカの AT4040 というマイクを使っています。これも定番で高くもないけど安くもないみたいなちょうどいい値段感のマイクです。もう少しグレードの高いマイク買おうかなと定期的に思ってるんですけど、マイク沼が深そうでちょっと怖くて手を出せていない状況です。以上、私のデスク周り紹介でした。これからも機材なんかがアップグレードしたら紹介していこうと思うので、チャンネル登録、いいねしてもらえたら嬉しいです。1週間か2週間前ぐらいに公式 LINE も作ったので、よかったら登録してもらえたら嬉しいです。期間限定で作曲とか DTM についての質問なんかを個別相談受け付けようと思っているので、よかったら登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。